YouTube 始まりましたセガワンということで、はい、私セガのサウンドクリエイター、そして増刊号チーフエディターのアイアム三つよし、そしてはい、同じくサウンドクリエイターの藤本です。よろしくお願いします。はい、この番組はゲーム音楽コンポーザーをお迎えして、その方の人となりやクリエイティブな一面を掘り下げる、セガ初のゲーム音楽トーク番組です。はい、ということでね、この番組なんですけれども、最近どうでしょう、皆さんお気づきになりましたかね。成田さんの回からなんと英語字幕版ね、そうです、こちらの方もね配信してますけど、藤本さん、見ましたか？あ、そうです、見ました。めっちゃ英語になってて、コメントもいただけてたのを、だよね、僕も見ました。もう僕が見た時で 5,6 人の方がね、コメントをね出していただいて、英語でね、書いていただいて、しっかりねその海外の人にもちゃんと届いてるよねっていうね。そうです、ありがとうございます。でございましたよね。ということで、今日のねこのセカンド増刊号もしっかり英語字幕でね、お送りできると思いますんで、ぜひともそちらの方もね、海外の方、ドンメッセということで、ね、一つねよろしくお願いしたいと思っております。さあ、今日ゲストとしてお迎えするのは小城雄三さんでございます。イース2や世界中の迷宮シリーズを手掛けられてきたレジェンド・オブ・サウンド・クリエイターでございます。ね、藤本さんどうですか、小城さん。そうですね、なんか天然さんという噂を聞いたので、ちょっとどんな感じになるのかなって。天然といえばね、藤本さん、天然ではないですけどまだ言うか見えますかね。さっきチョコ食べてたら盛大にこぼしました何を食べたの？ブラックサンダーのチョコミントアイスですね。めちゃめちゃ美味しかったんですけど、アーモンドが乗っかってるやつだね。そうです、ここにバーって。さあ、それではこの流れでセガオン行ってみましょう。スタートです。さあ、セガオン増刊号、今日のゲストは小城雄三さんでございます。はい、というわけで小城さん、お久しぶりでございます。久しぶりです。大変ご無沙汰してですよね。まあでも最後にお会いしたというかお話ししたのが、そのシンクロのあれですよね、ミーティングというか、カメラ越し、そうです、はい、リモートでね、リモートですよね。あれがまあリアルじゃないですけどね、最後にお会いして、まあもちろんその後いろいろやり取りありましたけども、こうやってリアルでねお会いするのは本当に久しぶりということで、僕も大変に嬉しく思っております。ありがとうございます。で、藤本さん、あれだよね、小城さんというとちょっと気になることがあるでしょ？そうです、お名前のイントネーションって小城ですか、小城ですか？はい、その辺ね、なんかあんまりこだわってなかったんですけど、自分は先生小城ですって言ってたんで、子供の頃から小城なんですよ。下がるな。でも皆さんの中で結構小城っていう方結構多い。いますよね。じゃあ実際小城さんは、僕はあれ、でも僕小城さんってあげてましたね。でもね、そっちの方が多いような気がします。でも小城さんっていう時もあるんだよな。まあどっちでもいい。気分によってどっちでもいいっていう感じ。小城さん自体はまあどっちでもいいかなっていう。そうなんだ。正式は小城さんっていうことで。はい。じゃあプロフィール読みます。いいですか？そうなっちゃった。そういうことです。はい。じゃあプロフィールお願いします。はい、プロフィールご紹介します。1967年生まれ、東京都日野市出身。父親は洋画家、母親はピアニストという恵まれた環境に育つ。幼少よりピアノ、バイオリン、チェロを習い、音楽を教わったのは作曲家久石譲さんです。すごいです。高校卒業後にサウンドプログラマーとして活動。イース、ソーサリアンなどに作曲を提供。特徴的なベースラインが印象的で、ゲームファンの間で小城節とも呼ばれ、絶大な人気を集めました。その後、さまざまな活動を経て、世界中の迷宮シリーズを手掛けたことで、新しいユーザーからも絶大な支持を得ました。ゲームミュージックという世界において、常に第一線で活躍し続けているゲームサウンドクリエイター、そんな小城雄三さんです。よろしくお願いいたします。いやー、素晴らしいプロフィールで、まずね、ここで一つちょっと自慢したいのが、実は小城さん、僕と同い年でした。ちょっと自分を首を絞めるようなこと言うんですよね。何ですかこのね違いは、この若々しさ。そして僕ほとんど顔見えませんけど。見えてないの。そしてもう一つ気になるのがね、やっ
っぱ小城さん的にはサウンドプログラマーっていう部分はちょっとこう抑えておきたい感じですか？なんか作曲っていうイメージも強いと思うんだけど。そうですね、だからメガドライブ時代ぐらいまでですかね、セガ的に言えば、そこまではドライバー書いてたりしてたんで。ですよね。出ますもんね。そうなんだよな。あとは小城節。はい。これ僕もそうだし、藤本さんも知らないところで言われてると思うんですよ。その聞いてる人にこれ藤本節だねとか、藤吉節だねって言われてたけど、あんまり僕ピンとこないんですよね、実は。で小城さん的にこう言われてどう感じるのかなと思って。もうすでにあそこだよって分かってるだとか。いや自分には分かんないですよね。分かんない。やっぱそうですよね。こういうんだろうなっていうのは、なんかオーダーしてくる人はね、小城節お願いしますって書いてこないんですけど。書いてこないですけど。そういう書き方しないですけど、小城さんらしい曲でお願いしますみたいなオーダーの時は、多分昔のこのあたりのことを言ってるんだな。そういう解釈ありますよね。そっかそっか、なるほどね。藤本さんなんかありますか、プロフィール読んでて。ピアノ、バイオリン、チェロってもうすごいなっていう感じなんですけど、これは何かやるきっかけってあったんですか？母がピアノの先生で、高校の方の教師をやっていたってことで、音楽家の自分の生徒さんとかね、つながりがあったんで、バイオリンの先生とか、チェロの先生とか、その時のメンバーの方とかにこう習ったりとか、なるほどね。そういうつながりがありましたね。今も弾いてます？ピアノしか弾いてないですね。でもちょっとバイオリン復活させたいなと思ってて、いやそんなガチでやるつもりはないんですけど、ちょっと収録のテストとかね、ちょっと小ネタ入れたりとかぐらいはちょっとやれるようにしときたいなっていう。でもね、小城さんって実はねギターも弾くんですよ。ギターも弾いてましたよね。ちょこっと弾けますけど。前コンサートとかライブねご一緒した時ギター弾いてましたもんね。エレキ。そうですね。いろいろできるんですよね。だから楽器がね素晴らしいですね。はい。そんなわけでちょっと今バイオリンチェロのお話も伺いましたけれども、そういえば小城さんとあんまりもっとこう昔の話っていうんですか、小城さんがそれこそ子供と呼ばれていた頃の話ってあんまり確かにしてないなと思っていて、なんかご自身でなんかどんな子供だったっていうのはございますか？結構ねこれ中学生ぐらいの時に言われたのかな。ある日友達になんかねどこかをいつも見てるみたいな。どこかをいつも見てる。ボケっとしてるんだけど現実世界でも別のとこ見てる。すごい。そういうようなところがあったみたいです。だから見る人によってはいつもボケっとしてるっていうふうに見える。そうボケっとし屋さんみたいな。でもご本人としてはその時はどういう？いやボケっとしてるんじゃなくてなんかいろいろ考えてる。空想してたりとか。そういうことか。そうなんです。ちなみに差し支えなければ例えばこういうことを考えたとかそう空想したとかって思い出せますか？やっぱり曲が鳴ってる時もあるし、曲が鳴ってるなんか気に入った曲聴くじゃないですか。それを脳内リピートしてたりとか。なるほどね。ヘビロテしてるわけですね。あとやっぱりゲーム好きだったから、ゲームあれどうやって攻略しようかなとかそういうことか。そういうことも多分考えてたと思うんですよね。あと漫画の続きどうなるかなとか。そっかそっか。あとはこれも一般的によく言われることですが、小城さんもそうかどうかっていうのは先ほどですけども、やっぱり小さい頃から音楽、どういうふうに習われてたかにももちろんよると思うんですけども、割とステレオタイプ的にこう怒られながら習うみたいなこともあるじゃないですか。小城さん的にはどっちのタイプだったのかな？いやもうそれは多分スパルタ・オブ・スパルタじゃないですか。そうなんだ。うちの母親はやっぱね相当厳しかったですよね。だからそこからいつも逃げ出したいと思ってて、それで一回だから音楽嫌になっちゃってやめちゃってるんですよね。で高校ではフェンシング部入ったんですけど、初めて聞きましたよ僕は。フェンシングやってたやつなんで。なぜフェンシングを選んだんですか？多分勧誘してきた女子の先輩が多分良かったんで、ちょっと気になる先輩がいて、気になるっていうか、なんか良さそうじゃんって思っちゃった。良さそうじゃん。でもそれでスポーツはやりたいと思ってたんです。なるほど。で結構自分レアもの好きだからそういうのもあってちょっとちょっと見てみようかなと思って見たら面白そうだ。最後にフェンシン
グ部があるのもちょっとレアっちゃレアですよね。レアですレアです、ね。私結構ね学校でちょっとある筋で有名な話があるんですけど、はい、割とね成績優秀で高校入ったんですけど、途中からもうゲームとパソコンに夢中になってそっち行っちゃったですね。それで結構ね勉強おろそかになっちゃってどんどん成績下がってた。でだから朝とかねもうこれツイッターとかにも書いちゃって言うんですけど、ゲーセン寄ってから行くんですよ。学校にでそうすると大体こうね昼ぐらいにそっかですよね行くことになりますよね。で昼飯食って眠いなっつって寝て自由だ自由すぎる。目が覚めたら部活始まるみたいな。ほとんどじゃあ勉強してないというか授業受けてないっていう高校ね3年生の時はほとんどそんな感じだからもうゲームのことしか考えてない。ゲームとパソコンのこともうまさにほんとぼーっとしてこうねいつもずっとそれを考えてるでも当時のゲーセンっていわゆるね今っぽくないじゃないですか。もうテーブル筐体ですよ。そこにじゃあ午前中行ってそうですでそこで例えばコナミのねバブルシステムのそれをうっとり聞きながらその段階でなんか下地ありますね。そうだって小島さんその時は別にゲームの音楽を作る仕事になると思ってなかった全く思ってなかった。ただ普通に遊んでたし、普通に遊んでて音楽が好きで音楽を覚えてきて帰ってきてピアノで弾くみたいな。でもやっぱり思うのはこれ今まで出てきてくださったゲストさんみんなそうなんですけど、やっぱそこにちっちゃい頃からやってた音楽の能力っていうんですかね、がねこう接続していくんですよね。そうですね。そうおじさんもやっぱりゲームで遊んでたけどそこの音を覚えられるとかっていうのはやっぱそっちのスキルというかね。そうですね。多分ね耳がいいとかっていうね。どう藤本さんなんかここまでお話を伺って。いやゲーセンのなんか私の知ってるゲーセンと違かったので。当時のそうですすごい新鮮な感じがしました。それは深くうなずいちゃいますもう当時ならではの空間なんで。ですよね。とにかく暗いし暗い中で当時ブラウン管じゃないですか。ブラウン管の光で滲んだそのキャラクターのねまた雰囲気が最高なんですよ。これやっぱねその世代じゃないと音以上にやっぱね絵ですよ。ですよね。音はね今でもなんとなくこう再現できるんですけど、ブラウン管の光の感じっていうのはもう今ないですよね。趣味でなんかやるしかない。ですよね。さあそんなね小城さんなんですけれども、なんと私とはですね切っては切れないというか非常にね深い時期を過ごさせていただいたと勝手に思ってます。それが弊社のねシェンムーというドリームキャストのゲームソフトがありまして1999年にリリースなので僕と小城さんはその前にお会いしていて、一緒にねサウンド開発をやっていただいたんですがどうですかそれをここまで聞いて小城さんの何か思い浮かべるとかなんかございますか。思い出話ですか。いっぱいありますよ。いっぱいありますよね。いっぱいありますよ。多分編集してあげるんで全部言っても大丈夫だと思うんですよ。そうですね。じゃあ片っ端からでもそう一番そうですね。今思い出深いところもしあった。初めてのね連続なんですよ。とにかく。確かにね。で時々その話してるんですけど、私ずっとそれまで多分10年間家でやってたんですよね。そうっすよね。で家の環境でスピーカーで音出して言ってましたねそれね。覚えてます。覚えてます。でセガに来てでサウンドルームに入ってで皆さんそこですごい広い部屋で何チームも3チームぐらい入ってたんですよ。そうですね。で皆さん大勢いるんで当然音出せないんですよ。だからヘッドホンでやるんですけど、ヘッドホンでやった時にね低音が取れないんですよ。全然慣れてなくて全部なんか同じような音程に聞こえちゃってそれがねまずすごいなんか気持ち悪いなっていうか。そうなんです。あとそれが第一でしょ。もう一つは、出社時刻がほぼ決まってるので自分のペースで曲作れないな。確かにそうですね。比較的緩かったとはいえ大体10時とかね。そうなんですね。ナンバー3はやっぱユウさんとのミーティングですか。鈴木優さんね。当時のシェンムーのねプロデューサーでありディレクターであり。そうですね。週1ぐらいでした。週1やってました。で曲をねその週に作りためてそうですね。で聴いてもらってでユウさんの
意見を伺う。そうですね、ぶっちゃけ毎週なんかコンペみたいな感じですよね。コンペですね。怖いですね。そうその中でやっぱ苦労したの、やっぱコンペっぽいことってそれまで全然ね、やってなかったじゃないですか。自分で割と好きなように作って、それを入れてってもらって、それがたまたま評価されたんだと思うんですけど、他の例えばそのね、チーフの方にいいと思って聴いてもらう曲の作り方とかやったことなかった。なるほどなるほど。はい。いやそれがやっぱね大変でしたね当時はね。ベアナックルの頃はどうだったんですか？もう自由ですよ。でも完全自由です。でもそれであれだけの評価がやっぱり得られて、やっぱり小城さんのセンスというか感性が間違ってなかった。先へこう自分って割と行きたがるんですけど、それをやってもあんまりこう拒否反応がセガのことなかったんですよね。まあそれはクオリティ高かったからですよ。ちょっとね最初は理解できないなっていうなんか感じもあったみたいなんですけど、そうですか。やがてでもこうなんか許してもらったというか。へえ、そうなのかな。なんか結果的にねそれがうまくいったっていうか。でもなんか今ちょっと先に行きたいというか行く傾向っていうのを聞いてちょっと思い出すのが、ちょっとシェンムーから時代が戻るんですけど、そのベアナックルの時やっぱ当時ね小城さんって唯一顔出しできるサウンドクリエイターだと思うんですよ。なんかアルバム出してましたよね。で顔バーン出てたじゃないですか、オールバックにして、かっこいいと思って。でだから芸能人みたいな感覚なんですよね、僕からしたら。でも実際音聞くとやっぱすごいんだよね。FM 音源をねやっぱり、本当に熟知してらっしゃるので、作り方がもうなんかね我々の先行ってるっていうか、同じエディター使ってるはずなのに、エディターってあれですか？自前ですか？自前です。自前なのか。自前です。それをセガの方にサウンドプログラマーに移植していただいて、そうだったんですね。内部的にデータが一致するように。なるほど。そっか。じゃあもう全然違うんですね、元からね。今ツイッターでもアナログのねシンセの写真とかたくさん出してらっしゃいますけど、あの辺も含めてですよね、チップチューンとかももちろんあると思うんですけどね。そうですね。アナログなんかはねもう本当に当時むしろそんなやってなかったので、私 FM 音源がファーストシンセって言ってもいいぐらいなんですよ。だからよくね FM 音源難しいとかって言うじゃないですか。全然そういう感覚なくて、逆にアナログやった時にあれなんか分かりづらいなと思って、思ったようにいかないなって思ったみたいで。そうだから僕的にはその FM 音源の貴公子って勝手に僕言うんですけど、全然広まんなかったですけどね。いや結構いろいろ書かれてました。本当ですか？じゃあ合ってたんだ。 FM 音源のプリンスみたいな。そう本当そう思いましたよ。だから要は原理が分かってるってことですよね、FM 音源のね、それね。それでもねこれもたびたび言ってるんですけど、セガやっぱアーケードのサウンドが半端なかったじゃないですか。当時ね。師匠ね、川口ですね。それよりも劣るスペックで追いつきたい、追い越したいじゃないですけど、なるほど。それに迫るサウンドにしたいっていう思いからプログラムを始めたので、もともとはセガのおかげでもあるんですよ。これね、共通の知ってる人間でもあるその藤本さんも川口さんね知ってるんですね。ちょっとねそのエピソードぜひ伺いたいんですけど、そのベアナックルの前ですよね、うちの弊社の川口とその関わりがね。もうずっと前ですよ。ベアナックルも4年ぐらい前じゃないですかね。ですよね。そのスペハリのなんかありましたよね。何でしたっけ、小城さんが打ち込んだんでしたっけ？マイコンベーシックマガジンの雑誌でコピーしてね。それを川口に直接送ったってことですか？そのベーマガの前にですね、たまたまちょっとお会いしていただける機会があって、でセガに突撃したんですよ。そのきっかけっていうか、スペースハリアーの攻略同人誌をねその友達が作ってて、同人誌、それをセガに持ってって、許可をもらうというかね、一応見てもらう。その時に鈴木優さんと川口さん同席してくださってガチ作ってる人たちが、そんなだって高校ね、だってあの時3年生ぐらいだったんですけどガキンチョ行っていきなりねメインクリエイターの方が来てくれるってすごい会社だな。確かに。その時の2人の印象どうでした？いやもうすごいめっちゃフレンドリーだったし。本当ですか？いいんですよ本当のこと言って。いや本当に川口とかちょっと顔怖いなとか。いや全然全くそのこと。本当ですか？おかしいな。いやおかしい。いやでその時に思い出
深い話があって、スペハリの曲何曲かコピーしてテープに入れてたんです。でもそれってちゃんとコピーしてなくて、ゲーセンで聴いたのを覚えてて、それを88に打ち込んでなんとなくこんな曲だよなっていう。要は耳コピーってことですか？耳コピー、覚えコピーです。覚えコピー。脳内記憶だけで作ってるような感じで。でもね、メインテーマはそれなりにできたんですよ。ボス曲の曲とか聴かせたら、なんかこれちょっと違うね。またそのダメですよね。もっと言い方あるよね。ダメですとか言うから。なんか違うねってすごいよく覚えてる。本当ですか？違うねって違うね。いやそれでも覚えて作ったんですみたいなことをね、多分ねゴニョゴニョ言ってたと思うんですけど。ゴニョゴニョ。高校生小城さんがゴニョゴニョ言ってた。でもねその後ちゃんとリベンジしましたね。師匠に伝わったかは分かんないですけど、ちゃんとゲーセンでテープに取ってちゃんとコピーしてでそれをコミケで当時のコミケまだ緩かったコミケそうなんだ。ビデオゲームサウンド集みたいな感じで聞いてみたいなそれ。気になります。気になるよね。そうですか。なるほどね。でもねやっぱり小城さんの僕いつもすごいなと思うのはいろんなジャンル書くじゃないですか。書けるというか。ワンワン聞いた時はびっくりしたんですよね。ありがとうございます。ダンスミュージックも全然かっこいいの書くんだと思っていて、オケ系とかよねやっぱりずっと書いてらっしゃったし、ダンスミュージックとしても世界中もちょっと違いますよね。ジャンルがね。その辺ってなんかあれですか、自分で新しいジャンル取りに行く感じですか？まずそもそもダンスミュージックはビアナックルの時からそうかやってるか。やってますし、確かにディスコミュージックはすごい好きだったんです子供の頃から。だから自然とそこからハウステクノに入ってその延長線上で湾岸がある。なるほどね。自分としてはそんなにずれた感じはなくて、ただアップデートできてなかったんで当時結構勉強してそれで書いてきました。じゃあむしろそうかオケの方がなんかあれですか、ちっちゃい頃から触れてったとはいえそうですね。一本筋で言うとちょっと違うって感じです。そうですね。後々になってこう振り返ってみて、ルーツってなんだろうなって考えた時にピアノやってたから、ピアノ曲っていうのは一つのルーツなんですけど、その後にハマったのがねYMO とか、あと高中正義さんとかね、だからフュージョン系とあとは何気ねやっぱりいろんなジャンルかけるっていうのは、いろんなジャンル知ってるってことなんですけど、父親がすごい生粋のレコードマニアでジャズとか、ファンク系がすごい多分多かったと思うんですよね。クラシックだけじゃなくて何でも聴く人だったんで。ファンク系ね。結構ね自分ファンクのルーツがあるんですよ。小城さんとお話しさせていただいておりますが、ここからはより仲良くなるお時間です。三吉さんタイトルコールをお願いいたします。それでは行きましょう。おすすめグルメのコーナー。ありがとうございます。いい音鳴りました。というわけでね、ウルフ藤本お待ちかねのお腹ぐるぐるグルメのコーナーということで、藤本さんこのコーナーはどんなコーナーですか？ゲストの好きなグルメを取り寄せて食べながらお話を伺います。今回ご用意したグルメはこちらです。インドカレーでございます。というわけで小杉さんインドカレーお好き？大好きです。ということで、実は事前にねいくつかその好きな食べ物を伺ってまして、今日はカレー。こちら何かカレーがお好きになったエピソードというか、そもそもカレーにした理由みたいなのありますか？15年ぐらい前かな。六本木にすごいお気に入りのお店があったんですよ。六本木のインドカレー屋ですか？そう、グレートパンジャブ。屋台みたいな雰囲気の。美味しそうだな。でもでそこにねわざわざ車で食べに行って六本木まで車で行ってすごいなんか本場のカレーってこんなにうまいんだなとか思って、あといろいろサイドオーダーとかも美味しいじゃないですか。美味しいですね。タンドリーチキンとかね。もうあまりにそれがハマっちゃって。そうなんですか。そんなわけでね今日インドカレーをご指名いただきましたがね、藤本さん。なんとそのメニューがここにある。なぜじゃと。セガ本社の1階にですね、最近ロイヤルアジアンキッチンダイヤモンドさんというインドカレー屋さんができまして、できましたね。今日はそこのお店から取り寄せていこうと思います。要は出来たてを召し上がっていただくということ？そうです。だから今選びます。これ初めてじゃないですかね。そういう流れですよね。じゃあ
小城さん、はい、まず小城さんから選んでもらおうか。はい、ちょっとメニューをお渡しして、カレーの種類をね選んでいただければと思うんですが、じゃあほうれん草のカレーで。ほうれん草ね、緑色のやつですよね。パニールカレーですね。いいですね。これをにします。わかりました。はい、じゃあ私選びましょうか。じゃあ小城さんがそうくるんだったらキーマですね。キーマいきましょうか。ひき肉のね、ちょっとカレーですね。じゃあ、うるじまと。そうです。チキンか、スペシャルバターチキンカレー。スペシャルついてるので、そっちにしました。お子様として。わかりました。いいでしょう、いいでしょう。スペシャルバターチキンカレー。じゃあ、ほうれん草パニールカレー。あと僕のキーマカレーとスペシャルバターチキンカレーの。お願いします。お願いします。丸、ありがとうございます。じゃあ、楽しみに待ってましょう。はい、そういうわけで今ね、1階のダイヤモンドでグツグツカレーを作っていただいている間に、小城さんにはね、ぜひ色紙の方、ちょっとね、書いていただきつつ、カレーを待ちたいと思っております。さあ、藤本さん、色紙なんですが、何を書いていただきましょう。はい。小城雄三さんにとって、ゲームサウンドのお仕事の魅力とは、です。この答えを色紙に書いていただければと思います。さあいかがしましょう、小城さん。これ難しいですね。だからそのゲームサウンドの仕事自体が、もう私が始めた30年以上前と今と全然内容が違うので、じゃあ当時のチップチューン、今でもチップチューンって形で残ってますけど、当時はそんな呼び方はなかったですね。そうですね。そのサウンドチップを使ってゲームミュージックを作るっていうところが、クラシック上がりのね、自分にとって最大の魅力だったんです。生楽器とはもう全然違いますよね。やっぱりそのサウンドプログラミングっていうのが一つの魅力かなと思うんですけど、サウンドプログラミングが魅力ですって書いてもなんかまあなくはないですけどね。でもすごくお話はよくわかります。分かった。お、来た。さあ、小城さんにとってゲームサウンドのお仕事の魅力とは。内蔵音源が友達ということでいただきました。ありがとうございます。いや、でもすごく僕はよくわかるし、藤本さんどうですか、このお言葉をいただいて。深い味わうものがあるなっていう味わい深い何かこう来た。内蔵音源が友達。小城さんにお伺いしたいんですが、サウンドクリエイターをこれから目指していく若者たちに向けて何かアドバイスだったりございますか？ゲームサウンドでやるんだったらやっぱりそういう先端のプログラミング技術っていうのはやっぱ切っても切れないんじゃないかなって思うんですよね。その働いていくってことを考えたらですね、今いい曲はね結構書ける方たくさんいらっしゃると思うので、やっぱりこう差をつけていくならそういう部分を学んでいくっていうことと、やっぱりですね、なんだかんだ言ってね、自分がそうだやったようにいろんな音楽聴いといて吸収しとくと絶対に役に立ちます。でゲームってやっぱいろんなものが舞台になってたりいろんな、ね、素材があるわけだから、それに合わせるときにそれ知ってるのと知ってないのとって全然違うと思うんですよ。ちなみにじゃあそのたくさん音楽を聴くっていうところで一つちょっと小島さんに聞きたいのが、とはいえ好き嫌いでいうところの、自分があんま好きじゃない曲も聴かなきゃいけないみたいなシチュエーションの時ってどうしたらいいですか？それはとりあえずでも触りだけでも聞いとくかっていうかね、好き嫌いでも一旦耳に入れてみて、その時嫌いでも後から好きになることって結構あるんですよ。でそれ若ければ若いほど有利で、若い時に若い時の方が好みがはっきりしてると思うんですけど、とりあえずサウンドクリエイターを目指すんだったらそれをとりあえず一通り聞いてみて、合わなかったらそのまま塩漬けしちゃって、である日またこれ5年10年経った時にまた聞いてみた時にまた聞こえ方が全然違うと思うんですよ。超分かりみですね。分かりみですか。藤本さんどうですか、その辺は。やっぱりなんでしょう、自分の好きじゃないものだったり、なんでしょう、好き嫌いで曲を書くっていうわけではなくなるので、お仕事になると、なのでやっぱそこはちゃんと割り切って聞いていく、ちゃんと吸収するっていうのはすごい大事なんだなっていうのはやっててすごい感じてます。そうですね。あと一番ある意味大事かもしれないんですけど、仕事をしていく
ということだったら、はい、自分で勝手に曲作れるわけじゃないじゃないですか。ないですね。だからオーダーを聞いて自分でこう理解して、で形にして、で聞いてもらって違ったらこうなんかこうそこでまたこういろいろするっていうことで、やっぱねコミュニケーション大事なんですよ。そうですよね。ここがね一番ね、曲を作るのと全く別の脳みそ使わなきゃいけないんですけど、絶対に必要になってくるんですよね。もっと視野を広げなきゃいけないですよね。音楽だけだとやっぱり見えなくなっちゃうし、そういうところ非常に私は大事じゃないかなと思います。だからね、夜ね、仕事場抜け出して流星群見に行かなきゃダメなんですよ。音楽ばっかり。いきなりその話。いやでも僕そういうこと思うんですよね。結局星を見てまた違う見え方がするとね。っていうのも音楽聴くだけじゃないじゃないですか。であと先入観とか固定概念ってあるじゃないですか。で僕もあんまり好きじゃないんだけど、今はある意味リスペクトを持って言われてるっていう意味ではそうでもないかもしれないんですけど、ゲーム音楽ってピコピコって言われた時代ありますよね。今でもチップチューンは音がピコピコなんですけど、アプローチが違うし、チップチューンを聞いてピコピコってあんまり言う人はいないと思っていて、でもその音がピコピコですけど、僕はデートナでチップが歌ってるっていう言い方をしたし、小島さんも今ね、歌い音源が飛ばしてまさにそうじゃないですか。人間のように言ってるっていうのは、なんかそういうそのIC 回路だから機械っていうのってもう固定概念だと思うんですよね。そうじゃなくて我々やっぱクリエイターなんで、もっと頭柔らかくして、ことによってその聴く音楽の幅もそうだし、考え方もそうだし、サウンドデザインですね、大きく言うと。なんかそこがこう柔軟な発想で見れると、なんか新しいものが作っていけるっていうか、なんかそういうところになんかこの一言に集約されてるかなって僕はちょっと聞いてて思いました。ということで、ありがたいお言葉をね、いただきました。内蔵音源は友達だぞ。どのカメラを見ればいいんだ。どれだ。友達になれ。はい、というわけでお待たせいたしました。大崎ビルの1階にありますね、ダイヤモンドさんから出来たてのカレー到着いたしました。小島さん、お待たせしました。嬉しい。よかった。改めてですけど、我々が頼みましたのは小城さんがこのほうれん草、そして僕がマットンじゃなくてキーマー、藤本さんがスペシャル、スペシャルバターチキンカレーです。3種類ね、来ましたね。藤本さん、ダイヤモンドは食べたことありますか？いや、ないんですけど、そうです。帰り道によく店員さんがすごい熱い眼差しでいらっしゃいませって言ってくれるのだけ、そうですね。のですごいインパクトはあります。じゃあ藤本さんも食べたかったということで、初です。ウルフ麺でカレーも初ですよね。そうですね。初ですね。どんな食いっぷりだか楽しみですね。じゃあ藤本さん、ぜひぜひほうれん草召し上がってみてください。じゃあ藤本さん、ほうれん草ね、いただきます。お願いします。美味しそう。いかがでしょう？うまいです。美味しい。よかったです。辛いですか？本格的な。いや、全然辛くない。ほうれん草の味って結構するんですか？いや、ほうれん草の味はしない。しない。カレーのやっぱスパイスの味か匂いが一番強い。そうですよね。じゃあ小城さんが召し上がりながら2番手私、どうぞ。三吉がですね、それではキーマカレーいただきます。ホットかな？ホットです。やっぱり音がしない。うまい。辛い。結構辛いね。ホットですけど、スーパーホット、スーパーホットじゃない。ホットにしましたね。普通のですね。辛めな。でもこれ美味しいね。後引くねこれ。これちょっと僕ナンつけて食べてもいいですか？どうぞ。じゃあインナン。ちょっとこのくちゃくちゃは不快な音。美味しい。じゃあ藤本さんも行ってみますか。藤本さんが選んだのはスペシャルバターチキンカレーです。はい、じゃあ行ってみましょう。スペシャルね。チキンだ。いけますかね？いや、我々に言われても。口を押さえてあげたい。はい。いた。わあリアルに下にカレーが落ちた。犬の下に。でも食べれてんの？食べれてる。反芻してるもんね。下顎にカレーが落ちてる。初めてだね。こぼしましたね。でもシャツに落ちなくてよかったね。ある意味ね。辛いです。辛かったか。もう一回何作ったんだろう。
ナンいらないですけど、うん、その肉の棒が欲しい。ああ、食べて。シクカバブ。これはシックカバン。シクカバブ。あ、カバブか。気にしないでください。めっちゃ気になるよ。めっちゃ気になる。口の中にタオル入れてる。でもこれで食べれば。あ、これで食べるの？そうです。こぼしてももう汚れないんで。いいなこれ。ここ美味しい。あ、本当ですか？うんしろさんからお墨付きが出て、かつ汚れないように食べる方法を見つけたウルフ。美味しい。あ、よかった。から美味しいです。これからあれだね、食べるときそこになんかこうエプロンじゃないけど、下顎に敷いて食べると。もう怖いものな。はい、ということでね、小城さんにも美味しいっていうね、お墨付きいただきまして、よかった、ありがとうございました。バクバク食べた。あ、いいですよということでね、小城さんのね、お好きな、食べ物、カレーということでね、本日、大崎ビル1階にいますダイヤモンドさんからお取り寄せ、出来たてをね、持ってきていただきました。グルメのコーナーでした。はい、というわけでね、グルメのコーナー、カレーをね、小城さんのお好きなものということで、我々も、ついでにいただいてしまいました。ありがとうございました。ありがとうございました。美味しかったですね。いやー、よかったよかった。藤本さんも、はい、あれですか。そうですね。拭いたんですけど、ありましたけど、ちょっと取れなかったんですけど、カレーとともにやっていこうかなと思います。やっていこうかなと思っていました。ありがとうございます。というわけでね、いやー本当にね、美味しいカレーをいただいたところで、我々と小城さんといえば、新クロニクル。ということで、たくさんのサウンドクリエイターの方がね、曲を書いていただいてますが、もちろん小城さんにも一曲ね、曲をねいただいております。藤本さん。はい。小城さんの楽曲は光希望。第3階層のクライマックスを盛り上げるゲームにとって大変重要な楽曲となっております。小城さんいかがだったでしょう。シンクロニクルで、曲をね、お願いしたんですけども、まあそのお題的には。好きに作ってくださいというか、その小城さんらしさ、さっきちょっと冒頭でもね話出ましたけど、ある意味悩ましい話でもあるし、それどういうふうに解説されて作られたかな。ゲーム世界観見たときに、もろファンタジーなんで、少なくとも FM 音源じゃないなっていうのはすぐ分かった。ああ、なるほど。となると、ファンタジー系だと世界中の迷宮系の楽曲でいくのがいいかなと思って、確かその時にご提案させていただいて、じゃあそれでお願いしますみたいな感じだったんで。はいですね。おっしゃる通りです。小城さんってやっぱり、今日も冒頭でいろいろ話しましたけど、いろんなジャンルを今まで書いてきてるし、書けるお方だと思っていたので、正直どっちで来るかなってちょっと楽しみになったんですね。どっちだろうね。またバンドサウンドにね、こうわーって押し出した曲も実はあんまりなくて。ああ、そうなんですよ。でもファンタジーだとそうかもしれないですね。いやでも良かったなと思いましたけど、世界中もいわゆるどうなんですか、小城さんの中で時期によってなんか自分がたくさん作ってた音楽のジャンルというか、っていうこうありますか、こうエラっていうと、そのこの時期はこういう曲がたくさん多いかなとか、世界中の時期だったり。でも世界中とね、湾岸って同時なんですよ。あれ同時なんですか？ほぼ同時なんですよ。時期が。だからその時代ってもうだからその両極端な音楽を常に、時期はずれるんですけど、半年ぐらいずつずれるんですけど、常にやっていたので。そっか。そうですね。なるほどね。なのでいわゆるイースとか、その辺の時代よりは後に作ってたジャンルかなと僕も思って、でもそれも小城さんじゃないですか、やっぱり。だから全然ありだなと思って、ノギーをね待っていたっていう感じですね。はい、シンクロニクルにもぜひねご注目いただきたいということで、小城さんの曲もねぜひみんな聴くようによろしくお願いしますよ。はい、というわけで今回のゲストは作曲家編曲家の小城雄三さんでした。ありがとうございました。イケメン。はい、というわけで小城雄三さんにねゲストに来ていただきました。藤本さん、振り返ってどうだったですか、小城さん。はい、今までお聞きしてなかったその小城さんの幼少時代から、その学生時代、そしてシェンムーの開発されてた時代で、もうたっぷり聞けて、すごい濃い時間だったなと思います。そうだね。まだまだお話があるそうなので、そうなんですよ。今後また楽しみに聞きたいな。飲みながら喋りたい。たくさんあってね。そう。ということで今回ね小城さんに書いていただいたこの色紙なんですけれども、なんとまた
視聴者の方へプレゼントさせていただきます。はい。ですね。はい。いいですね。はい、読みますね。これ、はい。読みますね。はい。小城雄三さんのサイン入り色紙のプレゼントの応募方法です。セガオン公式ツイッターをフォローして、プレゼント応募のツイートをリツイートしてください。当選者の方には DM でご連絡いたします。そして番組の高評価、チャンネル登録もお願いします。はい、お願いいたします。はい、ということでセガオン、また次回お会いしましょう。バイフォーナウ。